ガイド線がないとパースを書くことは不可能だと思っていませんか？空間を感覚的に捉える方法があります。感覚を排除するより言語化して意識することで絵が描きやすくなります。例えば私は自分が球体の中にいるイメージをすると描きやすくなりました。絵を描くとき、感覚だけで闇雲に描くのではなく、技術や理屈を知ることが大事です。ですが、私たちは人間です。日常でいろんなことを経験して感覚を排除するのは不可能です。この動画ではパースを感覚で捉える解説と実際に書くときに役立つポイントをご紹介します。まず線を引くときは力を抜きます。ペン先だけを見ないことがポイントですね。点を置きます。この点を視界に入れて線を引くと安定します。ペンを長めに持つと見えやすくなりますね。ペン先の少し前に常に一定距離を保って永遠に追いつくことができない点があるイメージをすると安定した線が引きやすいです。私は空間を描くときは直線をただの線ではなく空間の中にある棒状のものだとイメージします。例えばテーブルの上にペンを並べるだけでも遠近感がわかりますよね。この空間認識と線の捉え方を同期させる感じですね。これで空間を捉える下準備ができます。直線が連続してできるのが面です。移動した直線の残像をつなぐことで平面が現れるイメージで描きます。さらにこの平面を動かすことで現れるのが立体です。このように考えることでただの直線から立体までシームレスにイメージすることができます。実際に描いてみますね。先ほどのイメージをしながら箱を描きます。直線を引く段階でただの線ではなく棒状のものだとイメージします。この棒を動かすと面が生まれ、面を動かすと立体が生まれます。ちなみにこの箱がどんな場所にあるのかをイメージするのもおすすめです。テーブルの上とかスーパーの棚の上とか思い浮かべやすい場所を意識してください。下書きなしで書くときは消失点だけを考えて書くよりイメージを具体的にすると書きやすくなります。この書き方は線を引く練習でもありイメージの練習にもなるんですね。質量のある線一本を動かして平面を作り、平面から立体を作る。これは動きのあるイメージなのでシミュレーションでもあります。この練習をすればパースのガイド線がなくても説得感のある立体が描けます。最後にハッチングです。ハッチングとは線を並べたり重ねたりして光と影や質感を表現する技法です。線の角度を調整することでパースを同時に表現できます。アイレベルより上は上向きのカーブ、アイレベルより下は下向きのカーブの線を引きます。下書きなしで書くとき、ハッチングは補助線の代わりにもなるし質感も出せるのでとても便利です。この指を見てください。線の重ね方だけで指が曲がっているように見えますよね。これはオーバーラップという現象です。オーバーラップは絵に立体感と奥行きが生まれる線の引き方です。私たちは日常で無意識に距離や奥行きを測っています。例えば部屋の家具を移動するときや箱の中に物を詰めたりしますよね。日常で無意識に体験するこのような感覚を線に変換することで絵が生まれます。線の引き方イコールペンの使い方、ペンの使い方イコール体の使い方と言えます。人それぞれ体の動き方に癖があるのでご紹介したポイントを押さえつつ自分なりの線の引き方を探してくださいね。下書きなしでスケッチするポイントははじめに基準を決めることです。これは2025年の夏の夕方米座で描いたスケッチです。手元から遠くへ広がるように描きました。アイレベルは真ん中のあたりにあって視線を下に向けているためテーブルが大きく描かれています。手のサイズ感を基準にしてアイレベルを意識しながら周りのものを描くことで自然と遠近感が生まれます。次は関西空港の夜中のゼッテリアで描いたスケッチです。人がいませんでした。横長のスケッチブックは POV スケッチが描きやすいです。これは国際線のロビーですね。縦にすると天井が高いところを描くのにも向いています。この日は空港に泊まりました。リミナルスペースのような味わい深い雰囲気でしたね。細かいところを描くことに意識を向けすぎると
周りのサイズ感と合わなくなることがあります。なので部分を見たら今度は全体を見るというふうに交互に意識を向けてください。初めは難しいかもしれませんが、慣れてくると描くのがむしろ楽になります。部分的に集中しすぎると描くのが疲れてしまいますが、全体と交互に意識できるので描く時のペースの調整までできるようになります。コメダのスケッチは3時間ほど、ゼッテリアは2時間半、空港は1時間半で描きました。ちなみに飲食店でスケッチするときは一定間隔で注文するようにしています。混み具合を見て書き込む量も調整しますね。これまでのスケッチのアイレベルはまっすぐでしたが、曲線で書くことも可能です。このリビングのスケッチのアイレベルは緩やかな曲線です。曲線にすることでスケッチする範囲を視界の前方だけでなく横の方にも広げることができます。すべてに共通しているのは、何を基準にどう測るかを先に決めているということです。そして視界に入ったものは自分との距離感で見え方が変わります。近くで見た時と離れて見た時のパースの変化を観察してください。最後に冒頭で話した球体のイメージを解説します。空間を描く時の感覚は自分が球体の中にいるイメージをすると分かりやすいです。この球体の大きさを把握したい空間の広さに合わせて調整することで空間全体を捉えます。この球体を輪切りにするとリングとしてもイメージできます。自分がリングの中にいるとして、ちょうど目線の高さにあるリングは直線に見えるので、これをアイレベルとします。上下に向かうほど目から離れていくので、リングは丸みを帯びて見えますね。この丸みの度合いがそのままライン上にあるものの奥行き感、バースの強さの手がかりになるというイメージです。例えばこのノートを書くとき、ノートの角を点として捉えます。それぞれの角が自分からどれほど離れているか、この距離感を意識することで書きやすくなります。書き方を覚えるのも大切ですが、観察して自分が何を認識したかを理解し、どのような方法で表現できるのかが分かれば自由に書くことができます。絵の知識と書き方の理屈を知ることはとても大切なことです。だからといって感覚を排除する必要はありません。世界を観察して認識するには自分の感覚を使います。この感覚を言語化できるのは自分自身しかいません。絵の知識や技術を勉強しながら自分が感じたことを理解していくことで絵が描きやすくなるんですね。今回もご視聴ありがとうございました。他にもキャラの作り方や資料がなくても絵を描く方法などいろんな動画がありますので、ぜひご覧くださいね。気が向いたらチャンネル登録お願いします。